横顔の描き方を、解説していきたいと思います。よくある質問で、正面と、横って、印象が合わなくなっちゃうんですよね、みたいな人が結構多いんですよ。ね。正面と横って別キャラみたいになっちゃいますけど、どうしたらいいんでしょうね、みたいな結構質問があって、それはね、もう身も蓋もないです。上手い人の正面と横の、書き方をよく見てください。で、漫画とかってあるかな。漫画でも人によると思うんですけど、正面と横は特にね、やっぱアニメのキャラとか特にね、印象を合わすのが、そういうの、を前提にキャラ表っていうのが、アニメのキャラ表っていうのがあって、キャラクターデザイナーが書いたキャラ表っていうのがあるんですよ。なので、例えば美少女キャラっぽい横顔とか、美青年キャラっぽい横顔、少年っぽい横顔、自分がそもそもどんなキャラ描きたいのっていうキャラのイメージに合った、キャラ表を探してください。ちょっとね、ほんと身も蓋もないですけど、キャラ表を探して、で、どんな感じに正面と横で合わせてるのかっていうのを、まず、吸収してください。こればっかりはね、実はね、例えばですね、僕のこの顔とこの顔ってね、自分の自撮りしてもいいです。この顔って横顔ね。これね、いくら正面の顔を頑張って、練習してもね、実際の人間の正面と横の顔を練習したところで、一向にアニメとか漫画のキャラは上手くなりません。なんで、アニメとか漫画っぽい絵が上手くなりたい人は、もう身も蓋もないけど、そういうキャラ表をまず見て、で、どういう風になってるのか分析してみて、どういう風に描いたら、鼻って、口って目ってどんな形してんのって。ただ本当それだけなんですよ。本当それだけなんですけど、じゃあどういうところを、見ていけばそのキャラ表を見るときにいいんでしょうかっていうところを、今日は解説していきたいと思います。だからね、皆さん、とにかく横顔って言ったからって、横顔を開発しないでってことです。開発しないでっていうのは、自分の横顔ってこうだからってね、なんとなく書いて横顔ってこんなんですかっていうふうに、ゼロから横顔をそもそも作ろうなんて、10年早いじゃないけど、無理っす。そもそも無理っす。そもそも、最初から自分で横顔を作ろうとか考えないでください。なんで、まずキャラ表を見る。で、その時の見方をいろいろ今日は解説していきます。とは言っても、どういうポイントで見ていけばいいんだって、もう今日の話は主に4つかな、主に4つのポイントですね。とにかく、皆さん、顔でかくなるよ。目、鼻、口、小さく、下4分の1が目安とかって書いてありますけど、これ、要するに簡単に言うと、目、鼻、口、小さくって書いてあるけど、要するに顔でかって人多いんですよ。顔がでかいって人がとにかく多くて、そうならないようにしようねってことです。顔でかすぎ×ですよと。ね。で、首の付け根、耳の後ろ、首は斜めについているとかね、耳は頭の中心とかね、横の目は正面と違うとかっていうのいろいろあります。で、一個ずつ見ていきたいと思います。はい。よくあるのがこれです。とにかくよくある、これが。添削、たくさんのね、熟成の、添削してって、これがやっぱり一番よくありますね。これだな、本当に。この方はね、いい感じで顔がちょっと大きくなってます。この熟成さんのネット村とかの投稿も、大きかったような気がします。でもこれは頑張ってちょっとちっちゃくしたのでしょうか。若干、そのネット村とかに上げてくれてるやつよりも若干小さくしてるような気もします。でね、頭の形はいい感じに見えます。頭の形はいい感じ。どのぐらい大きいのかっていうことを、ちょっとね、頭の形すごくいいです。ここら辺滑らか。ちょっと襟が大きいかな。ちょっと襟大きいけど、ここら辺の造形すごくいい。なんですが、これはね、ある程度好みの部分もあるんですけど、好み言ったらね、添削できないんで、僕の好みでちょっと添削させてもらいますね。ここだ！ほんとここです。こうして、こうすればよかったんだ。これだけでいいんじゃない？下手したら。潰すだけでよかったんじゃないかな。ほら。さあどうでしょう。僕だったらこのぐらいにするかな。どうですか？すげえ、めっちゃ変わりますね。一発ですね。じゃあどういうふうにそもそもね、横顔描いたらいいのっていうちょっと基本的な話からしたいと思います。横顔の描き方。すげえ簡単だよっていう横顔の描き方。ちょっと下書きしてありますね。これね、元のやつね。まず、僕が、よくこう描くと楽だよっていう描き方でよく紹介してるのが、正方形描きます。正方形描きます。大体ですよ。これも結構みんなね、
いや、室井さんが正方形書けって言うから、全部の頭正方形なんす、みたいなね。極端に今度振る人いいんだけど、いや、程度とかものによるんで、そこは柔軟にねって室井さんがそう言ったんで、もう 100% 室井さんの言うこと聞かないとうまく書けないっす。いや、程度問題ありますんで、皆さんちょっとそこら辺は調節しようね、こう各自ってね。いろいろあるんで、そうとは限らないものもあります。例えば、よく見ると僕ちょっと意識的にこう少し、このように、4分の1言っても、ど真ん中よりほら、ちょい小さくしてるのわかるかな？こういうふうにね、こういうことなんですよ。柔軟にやろうねっていうのはそういうことです。この4分の1法則みたいな僕言うんだけど、この4分の1の中でも、いろいろあるよってことです。だから、このいわゆるど真ん中で行く場合は、こういうのもあるし、青が、こう下の方にすごい下の方に来ると、これだけで子供なんですよ。結構これ下にしたよ、今。これ結構赤ちゃんっぽいでしょ？ほら。赤ちゃんっぽいでしょ？なんで、別にこの正方形である必要もないし、ただ、さっき言ったでしょ？僕のこの話っていうのは、皆さんゼロから書くことを前提にしてないです。はっきり言って。僕はそもそも必ず見ろって言ってるでしょ。とにかく、うまい絵を見よう。赤ちゃん描きたいんだったら赤ちゃんのうまい絵を見よう。探せ。とにかくそういう、うまい美少女描きたいんだったらうまい美少女の自分のイメージに合った、のを探せ。どういう風に描いたらうまく描けるのかっていうのを探せ。だから、勘違いしないでほしいのは、こういう書き方いちいち僕説明してるけど、だからはい、ゼロから書けるよね、今日からって勝手に思わないで。これやったからって多分うまく書けないです。これは物事っていうのはそのキャラ表を見るときの分析の仕方です。で、こういう理屈があった方が圧倒的に何か見るときに、だから僕は本当見て書けっていうのを前提にしてるわけ。見て書かないと絶対うまくならないよって。もうその上手い人の書き方とかを前提に僕は基本的にそれをね、そう言ってんの。だから、そっか、室井さんの今日のやつ聞いたから俺何も見ないで今日から書こうみたいなね。はダメよってことです。だから、分析の仕方だと思ってください。で、くどいようだけど。で、この線が上になったりすると、ちょっとおじいちゃんみたいな感じになったりとか、いろいろちょっと年上っぽくなる。ほら、もっとこれで年上っぽいっしょ。で、しかも、ここね、横側が正方形になるのは、かなりね、黄色人種っていうか、白人系っていうのかな。なんか日本人は、こうですね、どっちかっていうと、こう。だから、横長の頭ですよ。横長の頭になります。どっちかって。で、白人とか黒人、どっちかっていうとそっちの方の人は、この幅が長くて、割と正方形っぽいんだけど、日本人は、こと日本人に関してとか、黄色人種は、こういう頭してますね。それは、皆さん、だから、ここが、見ようねっていうのはそういうこと。でもね、アニメキャラはなんかね、黄色人種っぽい要素と、正面は、なんか日本人っぽいんだけど、横から見ると黄色人っぽいっていうのかな。その、白人と、いいとこ取りじゃないけど、日本人っぽいのと白人っぽいのの、なんかいいとこ取りみたいな骨格にさせてたりするんで、なんとなくね。別にそんなこと考えてないんですよ。文化なんで、これも。文化だから、そういう時の分析の仕方として、自分が、描きたいキャラを、描こうっていう時の目安としてこれ、使ってください。目安です。そうすると今自分が描こうとしてる絵の分析、こうなってんだって時のすごくわかりやすい、ものになると思います。で、かっこいい形はね、僕の好みで言うと、ちょっとこうやって後頭部の方が大きくなる傾向が、僕は好きかな。僕の好みで言うと、少し後頭部の方を大きくこういう風に持っていきたいなと。だからここの方が、ちょっと広くこんな形にして、後ろをちょっと狭くすると。で、ここから結構大胆に削り出すと。で、この線に対して、結構僕は大胆にザクザクってこういう風に考えます。ザクザクって。で、ちょっと鼻とかここから出るかもしれない。顎とか。そこら辺はね、臨機応変に考えてください。こんな感じに僕は考えてます。とにかくみんな頭の形がかっこよく描けたら、横顔なんてほとんど描けたも同然です。これ。なんかこの形の段階でちょいかっこいいでしょ？ちょっとわかるかな？ほら。この形の段階でちょっとかっこいいと思いません？これなんですよ。ほんと、これかけたらみんなね、横顔、もう、かけたも同然だ。そう。YouTube チャンネルの方は、もうここで一応終わりにさせていただきます。ありがとうございます。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。
放送の続きを見たい方はニコニコ放送の有料アニメシュークチャンネルまたはアニメシュークネット村でもご視聴できます。ご参加お待ちしてます。